木瀬部屋の皆様でハサミを入れていただくのは木瀬親方あと1人というところでございますが、本日序盤にハサミを入れていただきました元 NHK アナウンサー刈谷藤夫様より、ここで秋山関の生涯を振り返っていただきたいと思いますが、皆様よろしいでしょうか。元 NHK アナウンサーの刈谷藤夫です。ちょうど秋瀬山さんが生まれた1985年から私も大相撲の現場に取材に出てますので、ちょうど私が大相撲の取材、その38年と秋瀬山さんの38年がちょうど重なります。かつて NHK の大相撲中継の中で名古屋場所の企画で放送中にリアルタイムにファンからの声を募集したことがありました。ファックスで疑問ですとか、あるいは応援のメッセージ、その数がですね、当時重量力士だったにもかかわらず横綱大関に匹敵する数が秋瀬山さんに寄せられました。この体型からは想像できないほどの俊敏さ、器用さ、唯一無二の強烈なキャラ、人気者の秋瀬山さんですけれども、その力士人生は山あり谷あり、谷あり崖あり、関取の地位から陥落することならと、もう終わったと思ったことは2度や3度ではありません。しかし絶望の淵に立たされるたびに奇跡の再生を繰り返し、秋瀬山は復活しました。その波乱万丈の歴史人生を共に歩んできた大銀杏と別れを告げるちょっと前の今に、皆さんと共に細かく振り返ると5時間ぐらいかかりますので、ギュギュッと凝縮して振り返ってみたいと思います。初土俵は北京オリンピックのあった2008年平成20年の初場所、デビューから20連勝を含む7場所連続の勝ち越しで一気に東幕下7枚目。しかしここで幕下上位の厚い壁にぶつかります。このまま関取に上がれずに終わるのか、不安と自信喪失の中、師匠の木瀬親方が道を示してくれました。お前の突き押し相撲では通じない、右のまわしを取る相撲に変えろ。言われた通りにしたところ、2場所連続の大負け。それでも師匠は、相撲を変えることは人生を変えることだ、全敗してもいいから相撲を変える勇気を持て。この言葉を信じてがむしゃらに稽古を積み重ねた結果、右を起点にする相撲で5場所連続の勝ち越し、大きな壁を突き抜けて2010年平成22年九州場所で見事新十両昇進を果たしました。十両昇進を機にしこ名も秋瀬山に、秋は両親の名前から、瀬は木瀬親方から、山は恩師中京クラブの山田監督と埼玉栄高校の山田監督からもらいました。さあここから快進撃と本人も周りも期待しましたが、同時に腰のヘルニアとの長く苦しい戦いの始まりでもありました。実はここからの5年間で幕下に陥落すること3回、ひどい時にはまっすぐ歩けなくなりました。入門以来初めて引退を真剣に悩みました。しかし踏みとどまったのは、幕の内で活躍したいという夢。その夢の力で復活し、2016年春場所、愛知県出身としては戦後18人目の幕内力士として新入幕を果たしました。初土俵から所要48場所は、学生出身としては史上4位のスロー昇進でした。その夢の舞台、新入幕の場所は2連勝の好スタート。このまま勢いに乗るかと思われた3日目の大綱嵐戦、カウンター気味の強烈な張り手が5発。この時の張り手で今のように膨らんだ顔の輪郭になったと
本人は今はギャグにしていますが、その張り手が目に入って網膜を損傷してしまいました。視力が衰え、目が見えなくなって8連敗で4勝11敗と負け越し、十両のした翌場所は1勝しかできませんでした。幕下に陥落して一時21枚目まで落ちてしまいました。実はこの時代はまだ網膜の手術をしたら引退と言われていた時代です。本人ももはやこれまでかと絶望の淵に立たされましたが、最新の医学では手術しても力士として土俵に復帰できるという声を耳にして、その声を信じて手術、目の回復とともに再び快進撃、関取に返り咲くことができました。2018年春場所では千秋楽まで優勝争いを演じ、決定戦では敗れましたけれども、見事11勝を挙げて復活をアピールしました。ところがなかなか夢の幕の内、もう一度幕の内復帰という壁は厚く、返り入幕のチャンスを逃し続ける中で、翌年の地元名古屋で4勝11敗と大敗し、幕下に陥落。年齢も34歳を過ぎ、気力も衰え、いよいよここまでかと思い悩んでいた時に巡り合い、その後奥さんとなる遥さんがぽつりとつぶやきました。もう一度大銀杏が見てみたい。この言葉が秋瀬山に力を与えました。再び気力を取り戻して迎えた2020年、令和2年初場所、東幕下4枚目、3勝3敗での千秋楽。相手は埼玉栄の後輩納屋、後の王鵬と実に1分30秒にわたる激しい攻防の末、寄り切って秋瀬山の勝ち越し。最後は2人もつれて土俵下に転落する激闘でした。しかし番付は東幕下4枚目、十両昇進の枠は4つ。十両昇進で秋瀬山より優先される力士が4人。届かなかったなと落胆する秋瀬山のところに、番付編成会議の前の日、電話が来ました。埼玉栄高校一つ後輩、大関豪栄道からの引退の報告です。私は引退しますが、先輩はまだまだ取れます。頑張ってください。豪栄道の電撃引退で空いた一つの枠で、秋瀬山は返り十両関取復帰を果たしました。返り咲きの花道を自らの引退という形で用意してくれた豪栄道のエールは秋瀬山の心に突き刺さりました。新型コロナ感染拡大の厳しい状況下、東京オリンピックも延期となった2020年の九州場所、一気に十両を筆頭に番付を上げて9勝6敗、返り入幕を決定的にしました。約束通り大銀杏を見せた遥さんとその場所後に結婚。2021年令和3年の初場所、35歳で28年ぶりの返り入幕。この28年ぶりの返り入幕というのは史上4番目のスロー返り咲きとなりました。西前頭16枚目、気力体力ともに最高に充実した2度目の幕内。初日から6連勝、秋瀬山の応援タオルも連日完売。夢に見ていた幕内での勝ち越しも大活躍と思った7日目からまさかの5連敗。しかし12日目に連敗を止め、13日目に豊山を破って幕内初の勝ち越しを決めました。35歳6ヶ月4日目の幕内初の勝ち越しは戦後2番目の年長記録。さらに14日目の相手は元大関栃ノ心。この実力者を破って9勝すれば、あるいは3勝。さあ皆さん、この14日目
ちょうどこの国技館です。目を閉じてあの時のことを思い浮かべてください。東京オリンピックのあった2021年初場所14日目、相手は元大関栃ノ心。コロナ禍で無観客から入場制限はありましたけれども、徐々にお客さんが入って半分ほどのお客さんが戻ってきている中、そのお客さんから「秋瀬山!」という声が飛んでいます。秋瀬山という声が、どうでしょう皆さん、ここで秋瀬山という声を、その秋瀬山という声を受けながら、西からは秋瀬山、白房下から塩を巻いて入ってきました。赤房下からは東前頭4枚目栃ノ心、相手をにらみつけて土俵中央、四魂の下がりを左右に分けて尊巨しました。昨日勝ち越しを決めている秋瀬山、今日元大関を破った初の3勝の可能性もいただきます。鮮やかな藤色の装束の木村久之助、黒縫いの軍配を返しました。制限時間いっぱい、秋瀬山大きなお腹を揺らしながら腰を割った。わずかに右足を引いてぐっと脇を締めて両手をついた。さあ立ちました。頭から当たった、起こした。秋瀬山、頭から当たって突き起こしていく。右左のどど起こしていく秋瀬山、栃ノ心回しが取れない、栃ノ心回しが取れない、押し返して回しを何とか取ろうというところ、その下から秋瀬山、左に入った、右も入った。秋瀬山もろ差し、一気に出る、寄った寄った寄り切り。最後はまさに電車道、元大関を圧倒して9勝目、幕内での大活躍という夢が叶った瞬間です。その翌日の三賞選考委員会で秋瀬山の名前が挙がりました。敢闘賞の候補に上がりましたが、条件がついてしまいました。千秋楽勝って2桁10勝ならば敢闘賞、その千秋楽の相手は前頭6枚目の輝き。今度は微妙な一番ですのでスローの解説で振り返ります。東秋瀬山、西輝き、長身の輝きが突き起こして右差し、左からをつけて一気に向こう正面方向に寄っていく。皆さんイメージできてますか？向こう正面方向に寄られてきた秋瀬山が、相手が指している右の差し手を左で上から抱え、右で下から抱えて右の肩の方向に網を打つように網打ち、逆転したかの見事な網打ちが決まりまして、軍配秋瀬山、ついに2桁10勝、悲願の3勝、敢闘賞を手にしたかに見えましたが、物言いがつきました。明らかに網打ちは決まっていたんですけど、最後倒れる時に秋瀬山が背中から落ちてしまう。それで物言い、同体ではない。あの時もし投げる時秋瀬山がもう少し右に傾いていれば間違いなく同体ということにはならなかったと思います。取り直しの一番は敗れて3勝獲得はなりませんでしたが、秋瀬山ここにありをしっかりと示した一番でした。ついに36歳を前にして全盛期かと思われた2021年夏場所、千代大龍戦での張り手で顎を骨折、初土俵から続けていた連続出場がストップしました。何があっても出続けてきた土俵、無念の初の休場、3場所連続の休場で西幕下45枚目まで番付を落としてしまいました。しかもコロナ禍で誰も会えず孤独の中でしたが、しかしもう一度復活してやるという記録は衰えませんでした。なぜならその時奥さんはるかさんの中には新しい命が宿っていたからです。この子と一緒に巡業の土俵入りをやりたい、せめてこの子が自分がお相撲さんであることが分かるまで頑張りたい、断髪の時最後の相撲をこの子と取りたい。2021年九州場所の途中で長男宗介君は誕生しました。その後関取復帰はなりませんでしたが、
宗之助君と最後の相撲が取れるまで土俵に上がり続けました。最後はご当所、昨年名古屋場所東幕下16枚目5勝2敗と勝ち越して引退を決意。勝ち越しを決めた日が38歳の誕生日でした。引退の時、ご両親から十分に楽しませてもらったよと声をかけられ、15年間力士人生が全うできたと実感したそうです。相撲界で生き抜くために最も大切な要素の一つは素直さだと言われています。素直とは人の話を聞くだけではありません。それを理解して考えて判断してやると決めたら実行する意志の強さが力士にとっての素直さです。秋瀬山はこの素直さを最大の武器に波乱万丈の力士人生を全うしました。その力士人生を共に戦った大イチョウと今別れを告げます。止めばさみです。どんな時も常に寄り添い見つめ厳しく道を示し続けてくれた元肥後の海11代木村関木瀬親方の止めばさみです。入門以来さまざまなご指導をいただいてまいりました木瀬親方による止めばさみです。秋瀬山と声をかけられるのもあとわずかでございます。秋瀬山師匠木瀬親方が今大イチョウを手に取りました。止めばさみに整いました。ごめんの皆様ありがとうございます。東の皆様ありがとうございます。ご東京名の皆様ありがとうございました。そして西の皆様本当にありがとうございます。